いしょ。おい。東京湾クオリティすごい。登った。第2スラックをちょっとずつ押し込んで。いいサイズ。暫定1位です。おめでとうございます。めっちゃ。わあ、いいサイズ。おめでとうございます。うわ、これは。どうだー。チャンスが。よかった。誰にでもある。ありがとうございます。諦めないことが大事。皆さんこんにちは、杉田千尋です。そして千葉のインストラクターの富所淳さんです。おはようございます。おはようございます。伊賀先生です。伊賀先生。はい今日はですね、2025年手話のサーベルマスターパーティー in 走り水に来ております。どういう大会なんでしょうか。はい、タチウオを釣る大会です。そうなんですけど。でっかいタチウオを釣りましょうっていう。もう一本ドーンってでかいの釣ったらもう優勝なんで。今日はね、私も選手として参加させていただくんですけど、私も優勝のチャンスありますね。ありますよ。もう置き竿にしとけば。いや、そこはこの間教えてもらったやり方でちゃんと。そうね。ここ2本出てるやつ。なんか皆さんたくさん見ていただいてるみたいで。あの動画の後に天夜立ちをやった時に教えてもらったことを思い出してやったら1投目で釣れたんです。ほら。なので今日も来るよ。はい、いけるかなって思ってます。ちなみに、はい、このサーベルマスターパーティーっていうのはいつからやってるんですか？去年中止だったの。だから今年。最近の走り水の様子と言いますか。めちゃめちゃ釣れてる。だって僕一昨日で41本だもん。すげえ。だからもう釣れるよ。だから一昨日はどちらかというと本数釣ってでかいのが出るのか、そっちじゃなくてでかいの狙いにした方がでかいの出るのかっていうのをちょっと見といた。じゃあやっぱりそのでかいのを狙うコツっていうのはあるんですね。ある。全然違うことしたらでかいの出た。秘技と言いますか、お伺いしつつ皆さんに大会の様子と大きな太刀を釣るコツっていうところも今日はお伝えできたらなと。もうね、朝6時から1時まで置き竿。ダメです。ちゃんと誘いますから。ということで今日はよろしくお願いします。頑張りましょう。はい。編集大変です。ステッカーがもらえる。抽選券。はい。あと。はい。いいですか。じゃあすみません、アクエリアスいただきます。アメちゃんを。よろしくお願いします。お願いします。頑張ってください。応援してるから遠くから。本日 MC をされてます田中里乃さんです。田中里乃です。おはようございます。皆さん、今日はですね、一匹の最長寸で勝負が決まります。大きな太刀を目指して頑張ってください。松本です。レース頑張りましょう。頑張ってください。なるべく頑張って進っていただきたいと思ってます。よろしくお願いします。田村です。今日実証の、2号線の乗り行きますの皆さんもよろしくお願いいたします。今日は私も皆さんと一緒に選手として参加させていただきます。大きいたちを皆さんで釣りましょう。楽しい大会にしましょう。よろしくお願いします。頑張った。芝の線の6個もしくは2のどちらかを必ず使用してください。また芝の線の点やを必ず。ということで大会が開始しました。まずは最初は早掛け賞ということなので誰がかけるのかカメラで追っていきたいと思います。早い。まだ30秒ぐらいしか経ってないです。お、早っ。毎週立ち寄修行に行かれているということで。おめでとうございます。幸先よくどんどん釣れてるんで私も参加しようと思います。この大会に勝利すべく最新タックル揃えてきました。竿がサーベルマスター X 中の攻めで、リールがフォースマスター 300DH。 もうこの軽量の電動タックルでガシガシしてやっていきます。竿 77g しかないからめっちゃ軽い。だから本当は手巻きでもいいんだけど、新しくそのフォースマスター300が出るから電動リール愛用者としてはこの軽めかつ電動でいいところにしていきたいなと思いまして。はい。おおはようございー、ます。行ったか行かないかぐらい。でも悪くない。おめでとうございます。やりました。オーライ。なんかもうバカバカ釣れてるよ。
どうすんだよこれ。すぐ当たるじゃん。でかすぎない合わせ。ね焦りすぎだよ。今気のせいじゃないと思うんだけど。おいかけたやだはいだよ。ねでした。ねでしたね、ねないからよし。やったおおいいサイズいいサイズ。やったーおおありがとうございますひどいなもしかしたら1メーター10ぐらいある。おおこっから20センチプラスするとやっと入賞レベル。ああ先が長いですね。でかいタチウオって暴れると危ないですよね。なのでこのエラのところにこうクッと持ってここの2本ですね、人差し指と中指でエラを持って横から見るとよくわかるんですけど、ここでパッおおほら今ビクってしたでしょ。視点にするんです。そうするとここに神経がこう走っているので全然暴れなくなるんで、もう危なくなく、あとはゆっくりエラを見てハサミでここを切ればほら血が神経締めと血抜きがこれで両同時にできる。あとはバケツに入れて血をしっかりと流してあげれば美味しくいただけると。でかいやつ暴れてるうちにどんどん尻尾が切れてってこれぐらいの尻尾が飛んでくんだよね。今日大事ですもんね。そうそう今日大事だね。これ大事だからこのピローンの長さで最後競うんですよね。ここが一番勝負どころだからお前が見てないうちにちぎってやる。ダメだ。なんで味方同士で最低。じゃあ先生的には130センチ超えてきたら結構やばいかな。130超えたらちょっと優勝ライン絡めるかな。120じゃちょっと全然安心できない。大きいのを釣るコツはありますか？なんかいくつかありますここかなっていう場所、よれてるような場所がもし分かればもうそこでしつこくずーっと叩いて、今日ちょっとちっちゃめのやつが今多いんで、ちっちゃめのが多い時はあんまり細かく叩きすぎるとちっちゃい魚からアタックしてきちゃうので、そうするとその魚の当たりをもうもらいに行っちゃってかけちゃうといつになっても指3本が上がってくるので、なるべくもう餌をまずでかくしてちょっと僕は大きめの動きだけ。先生の大きめってどのぐらいですか？例えばこう普段はこれぐらいトン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 っていつもやってる日野の2トンのリズムでやってるけど、わざとちょんちょんちょんってやってピタッて止めてもう20秒ぐらいそのままもう絶対見てねえだろっていうぐらいのところまで待ってると突然ポコーンって食い上げられたりする。もうそれはもう間違いなくでかいんで、ちっちゃいのがやっぱ多い時はどうしても触っちゃうんで、触ったら絶対かけに行っちゃうでしょ。だからもうちっちゃいの触ってるなって俺思った時はもうわーっと巻いちゃうの。さーっともうこれぐらいのスピードで巻くの。そうするとカカンカカンってくるけど途中でポンって離す時があるんで、離したらそこで止める。でじーって止めてるともういなくなったかな、もう見てないかなみたいな時にまたそこから10秒とか15秒とか20秒ぐらいほったらかしで、もう絶対もう見てないわ、いなくなったわと思った時に突然ポンって食い上げる。それ気持ちいいですね。もうみんな我慢できない、もういないわって思って我慢できないまた落とそうで落としちゃうんで、でもそれで実は落とす時にピッて一瞬止まるやつがいて、それはでかい。でも落とす時に食わせちゃうとバラすことが多くて、天野がこういっちゃったりすると噛み方が違うとバラしちゃう。フォールで食ってくるやつはでかいんだけどバラす。だからなるべくフォールさせずに食わせたいんで、もうほんと待つ。ありがとうございます。我慢との戦い。はい。さっき大きいの釣ってる人がイワシからだったから。シェイクして止めなきゃ。ってことは今のとこがヨネなのか？そうだよ。ネチネチやってみるわ。当たりは出てますよ。あ、ダメだ、やっぱネチネチゾーンを見つけたわ。まあ普通にやってた方がいいんじゃないの？金が大事ですよ。はい。なんかもう所作が汚くて。最悪。すごい。おいしょ。おー。あ、今のちょっとかっこよかったよ。負けない負けない。嘘？負けてんの？いい、負けた。あ、おお。いやいいから。あ、いいんじゃないの？おお。いや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 。まあまあもう。おお。でも
100センチなさそう。さっきの方が大きいですね。待った会話あった。あったトンっていい感じ。ありがとうございます。ヨレゾーン入りました。ヨレゾーンに入った。ちょん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 。それでかいんだよね、ちょっと。でかくってさっき言ってたじゃん。でかくって言った。大きくやって待って来ました。いない？大きく誘ってちっちゃいのが来ました。バレた。なんだよ。あ、いいサイズ。尻尾がこれが命取りなんですよね。きたー。なんかちょっとね、なんかね、高いからね、やりづらそうなんだよね。流行りの細できたいってやつでしょ。お、いいサイズ。おめでとうございます。うわー、これはどうだ？今下に下ろしたら来ました。おい。あ、はい。いやーでかい。うわ、いいサイズ。おめでとうございます。ドラゴン釣った人はずーっとふわふわしてたんだって。見てたら本当にふわふわしてた。私もふわふわしてみることでした。突如でかい当たりがドンってきたらしいです。それで確かにさっきイカ先生が言ってたのはそういう理論。手巻きでふわふわしてゆっくりしたってことは微速でこうずっとふわふわさせればこういうの立ってあれそうやって食うんじゃないのかって。こうやって。なかなかうまい。時刻はもうすぐ11時になるんですけれども、船中でずっとね当たりは出てて大きなサイズも上がってるんで決して状況は悪くないんですけど、ちょっとなかなか当たりが出せたり出せなかったりで私が無駄があるので、もう先生に聞いて教わりたいと思います。朝始まったばっかりの時は電動でやって当たりもね、そうなんですよ、出せてたし、いい感じだぞこれと思ったんですけど、なんかだんだん難しくなってしまいにはなんか当たりが全然出せなくなっちゃったんですね。みんな当たってんのにそうなんで私だけとなので置いてけぼりになっちゃったと。ちょっとクリニックに来ました。なるほどね。まずは落としましょうか。はい、 45m。 45m に落とします。はーい。さっきまで当たりが出せてたのは誘い底を2にして、であとはもうこうバタバタやって、でちょっと止めて、止めた時にポンって当たりが出て、なんだ簡単じゃんって思ったんですけど、こういう感じなんですよ。もうずっとこれはまずいですよ。なんでちょっとお願いします。45です。 OK。おお、もうでかいのいるんじゃない？当たりが出るんです。両サイドでバンバン当たってるのに、ほら向こうまた当たっちゃった。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。もう1、2、3、4。当たってる。さっきと同じですよ。これまずい。おー、いいサイズ。それ長い。やばいやばい、もうドラゴン祭り来た。どんどんでかいの上がる。まずはトントン。トントン、はい。微速でやって微速でもいい、どっちでも。トントン。昨日の2トンのリズム。そうそう。よれはわかる？わかる時とわかんない時が、なんとなくここが今よれかなみたいなところで、さっきは当たり出せてたんですけど、そう分かれば当たりが出るんで、釣れない時はとにかくその叩いてる時にちょっとおかしいなと思えるところ、そのよれなのかなでもいいんで、そのよれなのかなを探す作業からまたスタートする。東京湾のタチは特にこういるところにいる、いないところにいないって結構はっきりしてるんで、例えば指示棚が 10m でもすっごい分かれるんで、こうどこでも当たるわけじゃないんでね。そうするとこうメリハリのある誘い、今いるっていうところをしつこく、例えば10のうち8狙って残りのいないところは2ぐらいしか誘わないみたいな、そのメリハリをいかにつけれるか。結構でかいんじゃない？おー、いった。おー、いけ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 、オッケー。
ナイスです。利息入れてもいいし入れなくてもいいしみたいな。入入れなでれないい時はもう手で巻く。手で巻いてる方がよれは分かりやすい。よれを探す時はハンドルをずーっと巻いてってどこが軽いかっていうのをまず探す作業。そうやってるともう勝手によれ入った時に釣れちゃうこともあるんで。ちなみにはいハンドル握って普通にこう回すのは苦手？こうですか、うん。ちょっと苦手かもしれないですなんかドラえもんの手みたいになっちゃってるけど。もう戻ってきちゃうような。例えばハンドルを握る手には全然力が必要なくて、ハンドルを持つ手はほら全然力いらない。この右手ね、ほら握ってないでしょ。でこれでちょっとおかしいなと思ったら止める。でまたこうやってトン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 。だからグーって持っちゃうと余計分かんなくなるんで、本当に軽く押し込んでいくだけ。ラインスラックをちょっとずつ押し込んで巻き取ってるだけなんで、リールを巻きにいっちゃうとテンヤが動かなくなるんで、どちらかというと本当に出た分をこれでもいい。全然力いらないっていう風にすると、あここだなみたいなこう分かってくるんで、なんとなくこの辺かなみたいなのをなんか探していく。決して力を入れない。もう一回やってみます。別に指で回さなくていいんだよ。普通にこうやってる。イメージ的にね。これぐらいってことですね。そう。これ10メーター以内に必ずよれはあるものなんですか？ない時もある。例えば45から10メーターって言ったら35までだけど、僕とかはちょっと上まで探しに行くことはある。30ぐらいまで行く時もある。下はやっぱり下げたくないんで、下の指示棚は守るけど、上の棚は僕は結構上までこうサーチしに行くことはある。だから一昨日も22メーターで俺かけてるけど、指示棚より10メーターぐらい上だった。やっぱり上にいるやつもたまにいるんで、ただ基本はやっぱり指示棚の中の方でやる方が確率は高いかな。ほら来てる。もうなんか全体的にいいサイズになってきた。これもいいサイズよ多分。ほら、ほら。オーケー。じゃあここ何も起きないから俺眠くなってきたよ。もうそういうこやると言ったらことがない。無視するから。かれこれこの子は1時間ぐらい。やっぱあんまり乾きすぎは良くないですか？乾きすぎは良くない。いやわかんないです。今自分でやって来るから多分すぐ。ですね。だから僕1本で帰った時とかもありますよ。おちょやったよ。悲願の一匹。これはもうシェンロンだよ。結構嬉しいです。ちゃんと持とう。はい、あ、ごめんなさい。よしじゃあこれサムネか。いやいや。ほら隣も来たよ。おお。こっちも来たよ。もうどんどん来たよ。あでかいんじゃないこれ。いやでもスイスイ負けてます。スイスイ。すっげえ、嘘でしょ。ちょっと待って。どうしたらこういう形になるの？ついに新しい情報を身につけました。巻きつけ情報。拷問みたいになっちゃって。今釣れてんだらさっさと釣ろう。もうパターンつかんだろう。電動のがいい。やっぱり手巻きよりも。おお。なんか。やばい。これはいい。いや、上がってきます。あー、ちょっと止まる。おお。でかいよでも。おい。でもまあいい。おお。今日の中では。よしサムネだこれは。いやまだまだ。今から地合いっすよ。地合い。はい。ありがとオッケー。うございます。明らかにでもねこれは違ったよね。よかったです。ドンってきました。やっぱチードゥルドゥル出てる方が。やっぱいいのかな、誘いになってんのかな。賞味1投目なんだよな。みんな巻いてる。てかマイク、おお。地合いや。すごい。帰ってた。チラってチラって見て。はい次。はい。長い。おでかい。
おお。これいったこれでかいですよね。これはでかい。聞いてたもん。あでも尻尾がいいサイズ。これいいっすね。今日ずっと当たり出してますけど、何かこう意識されてることってあるんですか？振ってだけ。いや、大きいのが来てる。ありがとうございます。3回。すごいもてあそばれてる。4回。もうダメかな。さすがにないな、あげな。シャラタチオだったわ。ちょいガジ。でもやっぱり手で巻くのはさ、こう普段あんまり頻度高くやってないとちょっとまた思い出すのが大変だけど、電動でできるとめっちゃ楽というかやりやすい。まあ、ぶれないからね、巻き方が。で200だとちょっとやっぱちっちゃいかなっていうのもあったけど、300だと糸巻き量がいっぱいあるから、今日もさっき 50m 高切れしちゃったけど、それでもまだキャパがあるから安心してできる。今まで天当チを来た中でなんか今日が一番釣れてるような気がするんだけど、周りの周りも踏まえて。人とか、船いや全体今年が当たり年なのかな。でかいのはね。そうそのネクタイのサイズじゃなくって食べたら美味しいよねのサイズ。船ではね両型のタチをたくさん釣れてますので、選手の方にどんな風にして大型のタチを狙っているのかちょっと聞いていきたいと思います。おめでとうございます。とりあえず餌を大きくつける。とにかくシルエット大きいね。大きいのね。めっちゃハンド出てる。おおおめでとうございます。ありがとうございます。ちっちゃいな。大きいのでもさっき釣られてましたよね。なんか大きなのを狙うコツとかあるんでしょうか？サバを試してるんですけど。そんな鮮度のいい餌を使われてたんですね。これで大きいの狙ってるということで。いろいろね、見餌とか大きい餌とか全部試したんですけど、なかなかちょっとこのサバが最終的にチャンスかな。この人今やってますね。おお。ビッグベイです。ビッグウェイトで。おお、かっこいい。大事です。ちなみに結構当たりずっと出してると思うんですけど、天野の色とか何か意識されてたりするんですか？天野の色は結構太陽が出てるか出てないかってちょっと変えてるの。今は出てない。今はちょっと曇ってるから少しグロー入ってるやつ。これは多分夜光入ってますよね。で太陽が出てきたらちょっとナチュラル系とかテイムラとか使ってる感じです。これも結構いいサイズですね。13、私の倍釣ってます。なんかブラックとか結構マットの色使う。目立たないような感じの型もそうなんですけど、数も結構釣られてると思うんですけど、最近はバラしたくないんで、いわゆる深追いがけってやつに練習中です。ゆっくり食わせて、割れにくいここにこうベタベタかける。わー、いいサイズ。おめでとうございます。誘ってあげてって潮がみする、潮が走ってるところでそこで、止めてバイブレーションさせて、バイブレーションさせて待ちを入れる。緩くなるとこじゃなくて、いやもう潮走ってるところで止めて、そこでこうアクションさせて、でっかいのがバーって食ってくる感じをイメージしてる。そこを狙ってる。5ぐらいはいったんじゃないですか。これいいよ、ね。暫定1位です。今どういう風にして大きいの釣られたんですか？今ですね、船長の指示棚が45メーターということで、45で定点で誘う感じ、ゆっくりめのバイブレーション。トントントンみたいな感じ。そうです。たまに止めは入れるんですか？止めは入れましたけど、止める時よりも誘ってる時に持っていく。定点なんですね。でかいですね。すごい。さっき言ってたやつですか？ビッグベイチ。作戦がこうなしたわけですね。おめでとうございます。めっちゃ。尻尾がちょっとないけどね。ということでね、釣ってる皆さんのいい情報を聞きましたので、残り1時間でドラゴンを狙いたいと思います。とりあえず今定点の人の真似をしてみよう。普通でいいと思うよ。普通でいいと思う。はい、わかりました。あの人はそれにうまさがあるから。そうだね。言葉だけでは言い切れない何かがあるよね。よし。
いレギュラー。あーあ、来た。よし。確かもうちょいドラグ。いや、この時はいいんだけど、かける時。今日の中では一番、おお、そう、遅い。負けてないです時がある。あ、負けてないじゃん。ガチでドラグは出てはないけど今負けるようになりました。おおいいよいいよ。どうだー。あ、尻尾が切れる。サミ切れた。大騒ぎじゃねえかよ。ありがとうございます。先生、これは入試。いやならこれでも入賞できない。いいさまだよこれ。このサイズで優勝できない。来ましたよ。やったぜじゃあ来ましたよ。ついに来ました安西先生、バスケがしたいですのタプタプぐらいよこれもう。難しい。チャンスがよかった。誰にでもある。ありがとうございます。諦めないことが大事。はいやりましたあーよかったよかった。イエーイ。めっちゃ盛り上げてくれてありがとうございます。東京湾秋のタチウオ祭り。癖が強かった。東京湾クオリティすごい。登った。こういう時は危ないので見てください。お、いきますよ。音がすごいから聞いてて。っていうともうほら、スッと入れればもう暴れないんでね。すごいなさっきめっちゃ周りの人見て観察したんです。どうですか。教えてもらったこと思い出すのに4時間かかっちゃう。はい。ちょっと待レギュラーって、めっちゃちっちゃかった。ほらなんか誘いになんかね迷いがなくなってそうる。全然変わってる。変わった。さっきまで一体何だったのぐらいになってる。今解き放たれた蝶のようにフライしてます。今になってすごいタックルの軽さとか感じられる余裕が、すごい便利じゃんみたいな。最高峰を使ってんですから。さっきまでわざとやってたのかなっていうぐらい今滑らかなさ。前の方で順番に減量していきます。太いけどね。太いね。太いですけど、頭押さえとくんで尻尾ご自身で。終わりかな。に儚く散りました。接戦ですね。でっか、うわ、タップ。でかい。4。ドラゴンはあるよ。120なんかだね。伸ばした。やっぱ流さないよね。130の顔だけどな。ね、こっちの尻尾が長かった。長い。そう、長いの。ペロってるんですよ、これ。いるんだよ。いや、これいいよ。こっちの長いの。こっちの長い。ほんまです。ちなみに今日は何か大きいのを釣られるので意識されたことはあるんですか。130を超えたらもう顔がちっちゃいとかない。もうでかい。魚みたい。そう。潮境を見つけてからもう本当にゆっくりネチネチやってたらちょっといい食い上げがあって合わせるとこんな感じでした。本当に僕全国行くんで思いますよ。もう今韓国行ったり台湾行ったり僕してますけど、その中でも東京湾が僕の中で一番すごいなって。だからコンスタントに釣れてサイズがでかくてポイントが近くてで船が大きくてトイレがちゃんとついててみたいなのはここだけなんです。本当皆さん元気なうちにいっぱい行ってください。もう一枚行きますか。はい、どうも。はい、ありがとうございます。それでは改めて皆さん4名の受賞者の皆さんに盛大な拍手をお願いいたします。島野のイベント去年できなくて、今回が第1回っていう形になりましたけども、
東京湾でね、やるにはまだまだね小さいイベントですけども、これからもっとね大きくしたり、たくさんのね参加者の皆さんとイベントできたらなと思っております。ということで皆さん今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。気をつけてお帰りください。ご視聴ありがとうございます。ちーちゃんフィッシングクラブでは関東メインフィールドに日本全国四季折々の船釣りを発信しております。この動画が面白い、また見たいと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラム、フェイスブック、ツイッターもやっておりますので、そちらもチェックしてみてください。また釣り場でお会いしましょう。またねー。